やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。君は KB イヤーオーロラを覚えているか？ 2021 年の9月に Amazon で登場し、チタンコーティングが施された振動板を持った基本的で丁寧なサウンドを持つ1台。その評価は高く、しかも安定していて、なおかつ弱ドンシャリという個性ではなく、完成度で攻めるタイプのサウンドだったこともあり、末永く販売されるかと思いきや、2021年中に生産が完了し、まだ気になる人もいる中、ひっそりと手に入らなくなってしまったモデルだ。これは売り上げによるものじゃなくて、ぶどまり。つまり、売り物にできるレベルにならないミス品が多かった、というのが理由。というのも、このオーロラの外装は美しい鏡面仕上げ、それがこのイヤホンの高級感を裏打ちする一要因でもあったんだけど、反面取り扱いに繊細さや、製造上のネックになってたわけだ。3ヶ月の沈黙を経て、オーロラは帰ってきた。今回は、2022年版の新オーロラがなぜかもう一回届いたので、比較レビューをしてみるぞ。と言っても、本質的な部分は変わらない。付属品が見直されたわけじゃないし、もちろん振動板に変更があったわけでもない。オーロラは 10mm のチタン振動板を備える、1ダイナミックドライバのイヤホンだ。その仕上がりは堅実。チタンコートダイヤフラムは、長く国内向けの製品で多用されてきた振動板であり、硬質で金属質に変化するには至らない、ちょうど良い高音域。通常の樹脂振動板よりも各音色のキレはアップしつつ、ボーカルなどはしっかりと量感もある中音域。そしてやっぱり若干の引き締まりと、豊かな低音域と、どんな曲にも合わせやすいイヤホンが多い素材。オーロラはそこに、10mm というサイズと、それからアルミ製のハウジングを組み合わせている。10mm 派中国系イヤホンの定番サイズ。低音まで表現力が高く、また高音域も自分でこなせる。10mm を採用したことにより、オーロラは、若干低音域が派手。と言っても、バランスを保っている範疇で、だけど、ただ、低音域が完全に制御されている、というよりも、ちゃんと量感などはがっつり出す、というバランスの弱ドンシャリになっている。また、アルミハウジング、樹脂系の外装よりも高級感のある外装を持っているのはもちろん、このアルミのおかげで余計な振動を抑え、角音色が明瞭になりやすい。とはいえ、中国製の派手な分離感を持つイヤホンに比べると、オーロラのそれは一回りおとなしいけども、今回登場した新バージョンと、2021年に販売されていたバージョンの違いは、ぶっちゃけると色だけだ。豊富な付属品は見直しの必要がなかったし、音色についてももちろん見直しの必要はなかった。つまり、製造上ネックになっていた、ぶどまりの悪い鏡面仕上げを、上品な深いコーヒーみたいな色の新カラーに変更しただけだ。オーロラらしいバランスはそのまんま。ケーブルは、2021番のオーロラでは明るい青色で、本体のイメージに合わせたものがついてきた。今回ももちろん本体の色に合わせた、落ち着いた鉄のような色合いのケーブルがついてくる。もちろん、スペック的に変更はなし。付属品は、しっかりとしたポーチと、5サイズ1セットのイヤーピース、さらに予備の一般的な中華イヤホンについてきそうな感じのイヤーピースが3サイズ。シンプルな中身だけど、相変わらず開封時にワクワクするデザインの外箱になってるぞ。オーロラについては、発売時、2021バージョンでレビュー済みなんだけど、今回のバージョンでももう一度見ていこうか。このイヤホン、聞けば聞くほど好きになる、一発目の個性よりも後々じわじわとボディーブローが効いてくる、スルメのようなイヤホンなので、多分、発売当時よりも、今の方が、よりおすすめな傾向が高まる一台になるはずだ。定番の組み合わせの内装から生み出されるサウンドは、一見地味に感じるかもしれない。でも、完成度が高くて、引き込むほどに良さが分かってくる系の一台だ。ちょうどこの時期には、ナイス HC 系トップガイ、ロフティ、ゲンハイファイティゴなどなど、各社の上位1ダイナミックドライバモデルが集中してたんだけど、その中でも、最もオーソドックスななり方を持つのが、KB イヤーオーロラだな。アルミ製ハウジングなんだけど、ちょっと重量があって、この重量のおかげで、高音域が高質になりすぎていないため、その点でも万能感の高い1台となっている。高音域の強調に頼りすぎず、一強した分離感ではなく、細かく聞き分けられるんだけど変に分離してない、というバランスだ。外装はもちろん、ダイナミックドライバについてもこのイヤホン用に作られたドライバを採用しているあたりが、低価格機ではできない専用設計製造という上位モデルの旨味だな。そこをこの価格帯でしっかりとまとめ上げたオーロラだっただけに、外装のぶどまりの悪さは製造上大きな問題だったんだろうとも思う。このオーロラ、標準ケーブルは決して悪いものではないんだけど、標準ケーブルでは無難すぎるイヤホン、という評価で終わってしまうかもしれない。イヤーピースは好みだとしても、ケーブルはぜひとも交換してみてほしい。あと一歩の個性のために、ケーブルの変化は小さかったとしても重要な体感上の違いを生み出しそうだ。
初期状態では、細やかな配慮が感じられる音色、中音域が凹んでおらず、そういうイヤホンは高音域と低音域が眠たいか弱く感じることも多いんだけど、そこも強調しない範囲でしっかりと力強い。オーディオはバランス狂ってれば狂ってるほど良いとかいう邪教を信奉している僕でも、さすがに納得せざるを得ないバランスなんだけど、一方で、もう一つ、何か化けたら、と感じることもあるんだ。とはいえ、初期状態でも評価は高い。より上位の商品と並べても、同じような魅力を感じる、価格以上のクラスに挑戦していける音色と外装のグレードとなっているぞ。オーロラは非常にバランスの良い商品だけど、10mm の振動板を使っていること、それから、ドライバーにより反発力が強い、つまり強い磁石を使っているせいか、低音域がダイナミックになりがちだ。ここは低音が控えめな音が好きな人には一番制御するのが難しいポイントかも。と言っても、普通の曲でここが極端に浮き上がることはなく、やっぱりバランスの良い一台だと思う。ここに違和感を感じる人は、より上品な小型ドライバーを搭載した、モデルを探すべきかもしれないな。そんなこんなでケーブルを変えてみると、このバランスをほんのちょっと動かすだけで、より純正状態の魅力がわかるようにもなる。本当にオーソドックスなバランスなので、ちょっとだけバランスを変えた時の体感上の違いが、かなり大きく感じるんだ。僕の場合は、それが銀メッキ銅ミックス線だった。また、少し広域がおとなしい、と感じる人は、より出力の大きなアンプで鳴らすことで、高音域の主張を少し明確にすることができる。ちょっと音色が暗いかなと感じている人は出力の方を見直してみよう。このイヤホン、引き込むほどに素直さゆえの実力勝負なところがうまくいってることがわかる一台だと思う。これからも定期的に売れる機種だと思っていただけに、今回の復活は本当に歓迎だ。新しいバージョンでも音質などには違いがなく、エイジングや組み合わせるパーツ選びをしっかりと楽しめる、骨太スルメ系イヤホンだ。そうそう、新しい外装のおかげで、割と傷がつきやすそうな外出時の使用でも、神経を使わないで済むようになったのはすごくありがたい。端子などはそのままにピン。しかも、埋め込みがないタイプなので、端子保護には気をつけないといけないんだけど、繊細な鏡面仕上げイヤホンは、簡単に指紋手垢が浮き上がる、汚れが目立つ、かといって硬いもので拭けばそれでも傷がつく。と、結構悩みの種なんだけど、新しいオーロラは傷や手垢の残りにくい、より実用的な仕上がりに、シックな質感も悪くない。むしろこっちの方が好みの人もいるかもしれないな。より実用的な仕様となっているので、鏡面仕上げのオーロラを持っている人も、外用に購入するのもいいかもしれないぞ。飛び道具勝負が多い、中華低価格イヤホンブランドの中で、1ダイナミックドライバー、全体の調和を重視したチューニングなどなど、異色の強みを持つオーロラ。復活して心配しないで購入できるようになった今、ぜひ検討してみてはいかがかな？と、こんなところだな。多分1度目のレビューの時よりも圧が上がってる。自分でも気に入っているし、鳴らし込めば鳴らし込むほど愛着が湧く音色でもある。低価格ブランドの上位イヤホンは、価格にふさわしい価値を見出すのが難しい場合があることも事実だけど、オーロラはその価格でもうならされるポテンシャルを発揮した一台、というのを再レビューで確認することになったぞ。もう一度検討してみてはいかがだろうか。といったところで今回はここまで。